神の平安、慈悲、そして祝福があなた方の上にありますように。預言者ムハンマド、神の祝福と平安アレンの預言者性は、イスラームの真理の最も強力な証拠です。預言者ムハンマド、神の祝福と平安アレンの伝記を読んだもので、彼の預言者性を否定できる者は一人もいません。ですから、無神論者、仏教徒、あるいは世界中の誰であれ、預言者ムハンマド・イブン・アブドゥッラー、彼に平安と祝福あれの預言者性という現象を説明できる、本格的な理論を提示できるでしょうか。私は誰にでも挑戦します。もし無神論者であろうと誰であれ、この理論を提示するなら、預言者ムハンマド・イブン・アブドゥッラー、彼に平安と祝福あれの預言者性という現象を分析できる理論を提示してください。重要なのは、それが本格的な理論であることです。さて、この問題を皆さんに明確にしたいと思います。なぜなら、これが今回のエピソードで最も重要な問題だからです。ムハンマド・イブン・アブドゥッラー、彼に平安と祝福あれは、自らを預言者と称し、イスラームという宗教をもたらした人物です。そして、このイスラームこそが、地上で唯一の一神教なのです。すべての預言者が説いた一神教、すなわちあるフィトラ、人間の生来の性質に基づく一神教は、このイスラーム以外には存在しません。他の宗教も、規模の大小を問わず、多神教の要素を帯びるようになりました。この宗教以外に、一神教とアッラーへの完全な服従に基づく宗教は存在しません。いいですか？そしてこの人物は、クルアーンという書物を持ってきたのです。科学、知識、法律、律法、自己浄化、古代人に関する物語や情報、寓話、勧告、命令、禁忌が詰まった書物です。これらすべてをアラブ人が馴染みのない文学的な習字構成で表現したのです。彼は彼らに似たものを作るよう挑みましたが、彼らは失敗しました。驚くべき習字美のレベルです。この人物もまた支持され、彼の呼びかけも支持されました。彼は勝利を収め、アラブ人が見るどころか支配することなど夢にも思わなかった帝国が彼の呼びかけに服従しました。教友たちはペルシャ、レバント、イラク、そしてビザンチン・ローマ帝国を征服しました。これは一体どういうことでしょうか？それだけでなく、この預言者、彼に平安と祝福あれはシャリーア、聖典を完成させた後でなければ死ななかったのです。彼は、全能の神が次のように掲示した数日後に亡くなりました。はじめ中括弧今日、私は何らのために何らの宗教を完成させ、何らへの我が恩恵を全うし、何らの宗教としてイスラームを選んだ。終わり中括弧。クルアーンスーラーアル・マイーダ。宗教は完成し、完成された直後、預言者ムハンマド、彼に平安と祝福あれはなくなりました。彼は使命を果たしたのです。さて、肝心なのは、この預言者ムハンマド・イブン・アブドゥッラーの到来は、彼が来る数千年も前から予言されていたということです。ダニエル書7章を見てください。そこには、地球を支配する4つの王国があると書かれています。バビロン、ペルシャ、ギリシャ、そしてローマです。そして、第4の王国の時代に、意図高き方の生徒たちの国が出現します。この国は4つの王国を打ち破り、仲間たちの征服を成し遂げます。そして、この国はエルサレムに一神教を復興させます。これはダニエル書7章に記されています。ダニエルは、この国の出現はコンスタンティヌス大帝の出現から350年後であると述べています。彼はコンスタンティヌス大帝の出現も予言していました。コンスタンティヌスは、西暦300年頃に出現しました。この数字に350を加えると、西暦650年頃になります。そして、これはアッラーの御心により、ウマル・イブン・アル・ハトゥーブのカリフ時代に、一神教のイスラム勢力が聖地に入場した時期です。ダニエル、彼に平安と祝福あれの時代以来初めて、エルサレムは一神教国家によって統治されたのです。ウルミアの元司祭、アブドゥル・アーハド・ダーウードはこの予言についてこう述べています。偉大な人物であり、神の使徒、彼に平安と祝福あれの神聖な使命に関する、最も素晴らしく、そしておそらく最も明白な予言です。そして、アッラーの慈悲がありますように、アブドゥル・アーハド・ダーウードはイスラム教に改宗しました。預言者ダニエルは、この国家がコンスタンティヌスの領土、コンスタンティノプルを領有することを予言しました。それ以上何を求めるというのですか。なんと、彼らの聖典には、終末の預言者はモーセ、彼に平安と祝福あれの死5750年後に使わされると記されているのです。まさに今こそ、預言者ムハンマド、彼に平安と祝福あれの使命の時です。だからこそ、預言者ムハンマド、彼に平安と祝福あれの時代のユダヤ人は、最後の預言者の時代が到来し、間もなく彼が到来すると言っていたのです。また、この預言者ムハンマド・イブン・アブドゥッラーは、数えきれないほどの奇跡によって支えられていました。預言者ムハンマド、彼に平安と祝福あれの手によって起こった、新生活確証された奇跡は1000以上あります。そして、これらの奇跡はそれほど昔のことではありません。
そして、これらの奇跡を報告したのは、最も誠実な人々、すなわち教友たちでした。彼らは些細なことでさえ嘘をつくことを許しませんでした。彼の奇跡のいくつかは、何千人もの教友によって目撃されました。では、どうして彼らはみんな、これらすべてについて嘘をつくことに同意できたのでしょうか。この預言者がもたらしたコーランとそのスンナを読めば、有効な科学的問題に矛盾する文章は一つも見つからないでしょう。いや、もしそれがわずか50年前に書かれた本だったら、そこには科学的な大惨事があったでしょう。では、科学的問題を扱った600節からなる本になぜ誤りが一つもないのでしょうか。なぜでしょう。その上、この預言者は正直者として有名でした。これはアッラーにかけて容易なことではありません。自らを預言者と呼ぶ者は預言者であるがゆえに世界で最も正直な人であるか、あるいは毎秒嘘をつく事柄について嘘をついているため、最も不正直な人であるかのどちらかです。私は啓示を受けた。これこれのことについて神の命令が私におりました。神は毎秒、こんなことをおっしゃるでしょう。そして、最も正直な人と最も不正直な人を混同するのは、最も無知な人だけです。最も正直な人と最も不正直な人を区別するのは、実に簡単です。さて、私が皆さんにお伝えしたい問題は、もしあなたが預言者ムハンマド、彼に平安と祝福あれを嘘つきだと非難したいのであれば、預言者としての証拠をすべて分析した完全な説明理論を提示しなければならないということです。もし彼が預言者でなかったなら、どうしてこのようなことが起こったのでしょうか。そのような無神論的理論の例を挙げましょう。ムハンマド・イブン・アブドゥッラーは嘘つきであり、預言者であると偽って主張したという説もあるかもしれません。しかし、これは不完全な理論です。クルアーンの預言、奇跡、神の支援、そして学問を考慮に入れていません。つまり、もし彼が嘘つきだったとしたら、なぜ彼が生まれる何千年も前に預言者であることが告げられていたのでしょうか。どうしてそんなことがあり得るのでしょうか。嘘つきの手から奇跡が起こるなんて、教友たちは彼を信じ、命を捧げたのです。それに、常に、どんな状況でも、どんな瞬間でも嘘をつく人は、病的な嘘つきと呼ばれます。精神医学で知られている特徴を持つ人物です。臆病で、裏切り者で、欺瞞的で、友和主義者です。預言者ムハンマド、彼に平安と祝福あれは、まさにその正反対です。戦いが激化すると、教友たちは彼に平安と祝福あれに近づくことで保護を求めました。私は預言者だ。それに偽りはない。ですから、彼に平安と祝福あれが嘘つきだったという説は不完全です。根拠がありません。もしかしたら、彼は魔術師だったのかもしれません。私も同じ問題を抱えています。不完全な説です。それは預言も、コーランの絶対確実性も、一神教への呼びかけも説明していません。多神教徒たちは、彼がどこからこの知識を得ているのかわからなかったため、魔術の罪で告発したのです。彼らは彼がもたらした情報の出所を突き止めようとしましたが、見つけられませんでした。そこで彼らは彼を魔術で告発したのです。この告発は、彼らが彼の情報の出所を知ることができなかったことの証拠です。いいか、私が代わりに考えるつもりはない。自分で考えろ。完璧な理論を示せ。もし彼が預言者でなかったら、一体どうしてこんなことが起きたんだ。彼は指示され、法律、印、奇跡、そしてコーランと一神教をもたらし、そして彼が来る前から称賛されていた。これはどんな無神論者にも解決できない問題だ。結論として、私はあなたにできるだけ早くイスラム教を信じるよう勧める。そしてためらうな。イスラム教を信じないまま死んだら、永遠に地獄に落ち、いつ死ぬかは誰にもわからない。死は突然訪れる。だから、イスラム教への改宗をためらうな。